そんな水原希子が演じるのはなんと女性マネージャーとできているという設定。ターゲットが水原の楽屋に挨拶に行くと女性マネージャーとイチャついている現場を見てしまう。そんなスキャンダラスな秘密を見てしまったターゲットの反応は？それではモニタリングスタート。すると隣の楽屋にターゲットが登場。この特徴的な声、そう今回のターゲットはモニタリングたった一度の出演で伝説を残した声優金田朋子と芸能界きってのスポーツ万能俳優森渉夫婦。水原希子と共演する偽番組の収録と言われやってきた2人。すると明日6時入りね。早い。今日デートしようと思ってたのに。ダメだよ、明日早いから。てか今週ずっと早いよ。てか毎日早いよ、私。ずっとそんなの時間作んなきゃできないじゃん、デート。厳しい人じゃん。まずは仕事頑張る。だって撮影もだってすぐに決まったんだけど。もう頑張ってるでしょ、ひとちゃん知ってるでしょ。隣から聞こえてくる水原の声にあっさり食いつく金田。するとそこにはいはい。よろしくお願いします。水原さん挨拶大丈夫なんで、もしよかったら水原の楽屋に挨拶へ。その頃水原は今メール作ってるからちょっと絶賛準備中。そこにメール作ってるのがちょっとここでやんないと。まさかの光景を夫婦で目撃。いいタイミングでキスしてる。水原希子です。お願いします。まずは何事もなかったかのように挨拶を交わす4人。しかし楽屋に帰ると見てしまった秘密に興奮が抑えきれない金田。隣に聞こえないようジェスチャーで会話する夫婦。すると隣の楽屋からこんな声が。もうどうしよ姿は見えなくても秘密を見られて動揺する役をしっかり演じる水原希子。その時2人はう。どうしよう。見られたかな。やだひとちゃんどうしよう。必死に笑いをこらえる悪い嫁。どうしよう。でも絶対見たよね。見たね。だから言ったじゃん。自分がそういうことするの。めっちゃリアル。だってここしか時間ないんだもん。あまりのスキャンダラスな状況に戸惑いを隠せない様子。やはり人は他人の秘密が好きなようだ。するとそこにはい。失礼します。なぜか水原とマネージャーが楽屋にやってきた。はい。失礼します。すみません、失礼いたします。突然の訪問にうろたえる金田朋子。そして偽マネージャーが。すいません。先ほど
見ましたよね。なんかまずいもん見た？本当にいや見たやろ見たやろ。こうわわってやってただけで別にそんななんか何も見ていないとごまかす2人。なんかまずいことあっ別に別に何もまずくなく私たちのこの関係を、人に言われてしまうと、本当にこれは困ってしまうことなので、そういう関係なんです。で、やっぱりああいう姿を見られてしまったのですごく動揺していて。大丈夫です。全然何も別に変にとったりしないし、誰かにそんななんか言うとかそういうことも全然しないので安心してください。本当に言わなさそう。自分が見てしまった秘密を絶対に言わないという金田。しかし水原はさらに仕掛ける。言わないですよって口で約束されてもやっぱり変な風には全然取ってなかったので、でもやっぱりあの光景見たらやっぱり変って思いませんか普通。でもなんかマネージャーさんと仲いいんだなって思っただけで別に。でも私だってキスしてたんですよさっき。いややっぱりあの光景を見たら絶対に言うと思うんです。私だからやっぱ信用できないんです。やっぱどうしても約束していただかないと私もこれからどうしたらいいか分かんなくて。アドリブとは思えない迫真の演技を見せる水原。どうしたら言わないって約束していただけますか？どういう条件だったら飲んでいただけますか？するとここまでおとなしかった夫の森が突然。それはあれですか、お金ってことですか？なんと金額交渉を始めた。それはあれですか、お金ってことですか？もしそれでも大丈夫なのであれば。ちなみにどれぐらいを？いや全然考えてなかったんで。本当には僕らは言うつもりはもちろんないんですけど、ただそれが信用できないっていうんだったら、じゃあ逆にいくら渡そうかなとか考えたりします。もらう気やな。10万円で、言わないと約束していただけたりしますか？思いのほか安い提示。しかし妻金田は本当お金とか考えてなくて、でもそれよりかはなんか私これからこの業界すごい好きで、なんかやっぱりこの業界で大事なのって人と人との信頼関係だったり。お金で解決しなくても絶対言わないという金田。しかしまさかの展開が。10万は安くない？おお頼もしい。なんと一番信頼関係が必要な夫が金に目がくらみ目をつり上げ始めた。この展開実は。お願いします。お願いします。森渡です。そう夫の森渉も仕掛け人だったのだ。話し合う人間現れた思ったのに。新たな夫婦の一面を僕も発見したいなと思ってるんで。本当？はい。今回はですね、水原さんというね、すごい女優さんも一緒にやってくださるということなんで、もうここは思いっきり騙し切りたいと思います。今回は嫁の本性を探るために夫がまさかの仕掛け人。騙す気満々の顔や。3人の仕掛け人に囲まれた金田。一体その結末は。どうなるんだこれ。2人がこれバレてしまった時に、いろんな問題が起こるわけじゃないですか。でそれが10万円で済ませていいのかって僕は思うんですよね。本当に週刊誌とかに出されたら私もちょっと、そこは本当に困るので。本当に困っちゃうんで。そうだな、50とかだったと。そ
それでお金で解決した方がいいものなんですよね。こっちのお二人がさ、それで満足するんだったらさ、私たちはそれをお願いしたいので、はい、それを受け取っていただけないとやっぱりすごく不安なので。しかしお金で解決することをなかなか納得しない金田。ここで水原とマネージャーは一旦退席。夫婦2人になったところでもう一度妻に確かめてみる。もらう？でももらったら黙ってられるの？もらったら黙ってやるっていうのがなんかあんまりそのなんか依然お金をもらって口止めという解決法が腑に落ちない。そこに森のマネージャーがやってきた。さっき、あれ水原さんのとこ行きました？ご挨拶。行きましょう。なんか入ったら、入ったらじゃなくて通ったら、マネージャーさんとイチャイチャしてて、生きてるのかな？マネージャーの話に露骨に動揺する金田。さっきは絶対言わないと約束した金田だが、マネージャーの話に乗ってしまうのか。マネージャーさんとイチャイチャしてて、できてんのかなと思って。それ違うんじゃないですか。下手くそ。いやでもでも私もよくわざとアホな行動をとってごまかす金いました？いました？知らない、知らないよね、と知らないとごまかしたが、夫はでもまあちょっとチラッとね、チラッとね、チラッとは、突然チラッと見たと言い出した。チラッとは、顔で切れる。何言ってんの？優しい。何言ってんの？いやなんかそういう雰囲気のはあったかな。ないよ。そう。ないな。そんな感じしなかった？全然しない。と夫の失言を訂正する妻。そして入った時に分かりやすい。全く隠せていない足取りで夫に注意。言わないと約束した以上、水原を必死に守ろうとする金田。そしてマネージャーが退席すると、ペラペラ話す夫に不満爆発。そうじゃない言ったら。言ったよ、だって見たって言ってんじなんで言ったの？ゃん。いやなんで言ったの？だって見たって言ってるから、いやもうさ、だってそう思ってんだからさ、だから後でもう知っちゃってんだから、ここだけにしようよ。ここだけとかわかんないじゃん。一人が二人で見るかったらわかんないから言わないんだけど。だからさ、約束したから。俺約束しないよ。約束したじゃん。だからさっきの100万っていう話。約束を破った夫が許せなかったのだ。金田朋子は最後まで約束をきっちり守るということが分かったところでモニタリング終了。